鉄鎮工房へ、ようこそおいでくださいました。今回は、言ってしまったコードレス掃除機のバッテリーを、市販の充電池を使用して、復活させた動画を、お届けします。言っちゃった掃除機はこれ、2009年に製造されたものです。運転はもちろんのこと、充電も全くできません。ということで、バッテリーを外して、使えるものを分別します。なんか、にちゃにちゃしてるし、体液が滲み出て、結晶がボロボロこぼれます。これは、ガラス管ヒューズ、なんと、15アンペアもあります。大きすぎて意味なさそう。こっちは、温度ヒューズですね。充電するときは、このヒューズを通して、安全を確保する回路のようです。掃除機のケースには、ニッケルカドミウム電池、と表示されていましたが、厚紙被覆を向いてみると、なんと、ニッケル水素電池でした。メーカーの闇が一つ、見えてしまいました。それでは、この中に、市販の充電池4本を、なんとか組み込みたいと思います。ダメだ、形が決まらん。素直に、2本ずつ並べて、収まるように改造します。まずは、この出っ張りを除去。今度は、蓋の中の出っ張りが使えて、閉まりません。これも除去。まあ、なんとか収まりそうな気がするので、アクリル板を使って、バッテリーボックスを作ります。はい、切り出しました。本来なら、電池端子をハンダ付けや、スポット溶接して、端子間の接触抵抗をなくしたいですが、充電池をフレキシブルに使用できるように、簡単に取り外せるようにしたいと思います。そうすると、電池と端子の間に接触抵抗が発生し、発熱して余計な電力を消費してしまいます。接触抵抗を低下させるには、端子と電池に圧力を加えることで、接触抵抗を低下させることができるので、ネジで締め付けて圧力を加えたいと思います。これ、自動車やバイクに使われている、電装ケーブル。20アンペアまで OK なやつです。これの先端にハンダを盛り、電池端子にしてみます。はい、こんな風にできました。ハンダは柔らかいので、圧力を加えると多少潰れて、電池との接触面積が大きくなり、抵抗を小さくできることを期待しています。次は、反対側の端子。ローテープを使います。これにハンダを持って、断面積を大きくし、少しでも抵抗を下げます。導通は OK ですね。ハンダを持った銅テープを貼り付けるアクリル板に、ネジ穴を開けます。ネジを締め付けることで、銅テープと電池が密着して、接触抵抗を下げるという仕組みです。ネジのサイズは、M3 です。
パーツが揃ったので、ボックスを組み立てます。さて、うまく電力を取り出せるかな？何やってる？大丈夫そうです。さて、うまくスペースに収まるかな？あとちょっとが収まらない。諦めて解体し、さらに邪魔な部分を除去します。大事な部分が、バキッと、割れてしまうと嫌なので、熱で溶かしながら、電池ボックスの形に合わせて、邪魔な部分を除去します。今度は、うまく収まるかな？よしよし、大丈夫そうなので、仮組み立てします。さあ、最後に配線を組みます。線が結構太いので、きっちり長さを調整しないと、また蓋が閉まらなくなるので、慎重に行います。熱収縮チューブも、しっかり準備します。導線の先端に、事前にハンダを持っておきます。以前の動画でご紹介した、アルミ製の、自作ミニバイス、結構重宝してますよ。概要欄にリンクを貼ったので、よかったらご覧ください。この場所は、導線が3本交わるので、保持するのが難しい。ここは、自作ハンダ付けスタンドを使います。うまくくっつきました。スタンド作っておいてよかった。これまた自作の、アルコールランプを使って、収縮チューブを縮めて、接続部分を保護します。完成です。さあ、掃除機にセットしましょう。復活。コンセントから、充電もできました。いかがでしたか？市販の充電池を使用することで、他で電池が必要になった時、いつでもこの掃除機から取り出せるので、色々便利ですよ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。鉄鎮工房に、また来てね。